今回はこちらダイソーで購入しているデザインヤーン。こちらはバッグを編んだ時に使ったんですけど、この色。ちょっと今回は巾着ポーチを作っていこうかなと思います。ブルーですね。アクリル 100%、40g94 メートル入っています。かぎ針が4号から5号。なので、5号で編んでいこうかなと思います。こういうのですね。これを中から取っていきます。はい。中から糸を取ってきて、で、今回も底を長編みで作っていこうと思います。そうして、で、糸を持ってきて、鎖編みを3目で始まります。で、この3目は数えないで、次のところから長編みを数えていきます。糸をかけて、輪の中に長編み。で、ここは1つ目なので、ここにマーカーをつけていくといいかなと思います。1つ目。で、2個目っていう感じで、今回は12個長編みを入れていきます。前回この色違いで緑のポーチを編んでるんですけど、その時のサイズ感がめっちゃ可愛いと思うし、一玉で今回もできたらいいなと思うので、同じレシピっていうかね、そこは。で、柄をちょっと変えていこうかなと思います。これもね、この引き揃いで前回は編んだんですけど、この色で。一本で編んだ時の色の出方を見たいなっていうのもあるし、ちょっと編んでいってみようと思います。12個長編みを入れていきます。はい。12個長編みを入れてきました。そしたら中心部分を引き締めて、で、このマーカーが入っているところにつなげます。手前から向こうに針を刺して、で、糸は巻き込んで編んでいこうかなと思います。で、引き抜き、これで1段できて、立ち上がりをまた1、2、3で立ち上がって裏返しにします。で、糸をかけて、この糸も巻き込んで編んでいきたいので、今見ている方が裏なので、裏に糸を当てて、で、一番最後の長編みの頭から2段目の増やし方。で、増やし方は円の増やし方と同じなので、また別で撮っているのでよかったら見てみてください。上にリンク貼っておきます。ここは一番最後のところっていうので、今のままマーカーつけといてもいいと思うんですけど。こういう風にやりやすいようにマーカーをつけていくと、一目で迷いなく入れていけるので、こうやってスーッと広げていきます。で、今回もその緑で編んだ時みたいに7段まで増やしていこうと思います。はい。こういった感じで前回と同じ1、2、3、4、5、6、7段編んできています。で、一番最後は増し目。1、2、3、4、5一つずつ長編み入れて増し目。5一つずつ長編み入れて増し目の段で終わってます。で、ここでまたサイズを測っとこうかなと思います。綺麗に入ってますね。青の色が。これはね、だいたい 14.5 センチぐらいです。前回と同じかな。これでね、ちょっとサイズ、一緒ぐらいだと思うんですけど。これで、前回と違う柄で編んでいこうと思っていて、今回は立ち上がりを1、2、3して、この目は一つとして数えていこうと思うので、3個目の鎖編みのところにマーカーをつけて進めていこうと思います。で、糸をかけて同じ目に長編みを入れます。そしたら鎖編みを1つ、糸をかけて同じ目に長編みを2つ入れます。1、2。そしたら糸をかけて1、2、3、4、5個目。5個目に長編みを2つ入れます。1、2。で、2つ入れたら鎖編みを1つ。糸をかけて同じ目に長編みを2つ。1、2。そしたら糸をかけて1、2、3、4、5個目に長編みを2つ入れます。1、2。で、2つ入れたら鎖編みを1つ。糸をかけて同じ目に長編み2つ。1、2。で、糸をかけて1、2、3、4、5個目。5個目に長編み2つっていう感じで、この繰り返しをスーッと編んでいこうかなと思います。
2つしたら鎖編みを1つ、糸をかけて同じ目に長編み2つ、2つ、これをぐるっと1周最後まで編んでいきます。はい、こういった感じでぐるっと1周同じように編んできて、最後長編み2つ、鎖編み1つ、長編み2つが同じところに入ってます。で、ここでつなげようと思います。最後は1、2、3個しかないんですけど、このままつなげます。立ち上がり3目のところ、ここに針を入れて、で引き抜き、でこれで1段完成しました。で次はこの中から始めたいんで、ここまで移動させます。このまま立ち上がりなしで移動させようと思います。こうやって引き抜きで、この穴のところに針を入れて引き抜き、で立ち上がりを1、2、3ってして糸をかけて同じところに長編みで、この鎖編み3目のところも1目として数えるので、またマーカーをつけて進めていきます。で2つとして数えるので、1つ鎖編み、糸をかけて前段の鎖編み1つのところに長編み2つで、また糸をかけて前段のこの鎖編み1つのところに長編み2つ、1、2、鎖編み2つしたら鎖編み1つ、長編み2つしたら鎖編み1つで、糸をかけて同じ目に長編み2つ、1、2で、次は糸をかけてまた前段の鎖編みのところに長編み2つで、鎖編み1つ、糸をかけて同じ目に長編み2つ、1、2、こんな感じでまた同じようにここにつなげて、でここの真ん中のところに移動させてきて、鎖編み3目で3目したら1つ分と数えて長編み1つして鎖編み1つで長編み2つで同じように始まって、ぐるぐる同じように編んでいこうかなと思います。はい、こういった感じで編んできました。である程度深さが出たので、ここで止めようかなと思います。でちょっと深めに編んで、またこの穴を活用して巾着にしようかなと思います。どこに通すかっていうのはまだ決めてないんですけど、で大体っていうか何段編んだかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11段編んできてます。でここで今引き抜きで留めてるんですけど、プラーンとなってしまうので、鎖編み1つで留めておこうと思います。で糸をカットして、でスッと抜いてぐっと締めて、で糸始末していこうと思います。針に糸を通して、スッと抜いて、で中側を裏にしているので裏に糸を持っていって、ここはちょっとねぐっと締めといた方がいいかなと思います。で中側を裏なので裏に糸始末していきます。変なところ落ちちゃった。できるだけ同じ色のところに糸始末した方がいいと思うんですけど、極力ねこの外側に出ると、時間が経ってくると、こういう風な角度で糸をカットすると時間が経つと出てくるので、中側にね内向きになるように終わりたいですね。こうして何回かこう返し返しで糸始末をしていって、この下側にね糸が出るように終わります。同じ色のところを通ってできるだけこうやってね、でちょっと糸を割ったりとかしてすると止まりやすいと思います。それで何回かしたので糸始末をして糸をギリギリでカットして、でここが一応端なんでこういう風にしてみて、曲がりがないか確認してみてもいいですね。でここで鎖編みでいつものように紐を作っていくんですけど、後にしようかな。これは鎖編みでこういう風にいつものように同じ号数でこういう風にこ
ここはグッと止めてから鎖編みを1、2、3っていう感じで好みの長さまで鎖編みを編んでいきます。はい、今回は鎖編みを130目で決めていこうと思います。で、130目目編んだところで糸をカットしてスッと抜いて、いつものように紐を通していきます。針に糸を通して、でこの端大体のところ決めてると思うんですけど、どこに通すかっていうところもこの時に決めてもいいと思うし、ここにそうかなと思いますね。ここ大きく取るんですけど、こういう風なところなので、ここは端だなと思って、で端の柱ここにしようかなって決めたら、ここをまたいでここから入ってここから出てくるっていう感じで、理想はそうなんですけど、ならない時もあって、ならない時はならない時で、仕上げていくんですけど、できるだけそういう風にピタッといってほしいんですよね。こんな感じで交互に大きく取っていきます。こんな感じで。で、最後までこういう風に、すぐなんで通しちゃいましょうか。これで、来ないですね、ぴったり。だからこういう時にね、どうしようかなっていう感じなんですけど。ここに来るとね、なんかちょっとおかしな感じになるので、やっぱりこの2個開くことになるんですよね。なので、どこかでね、調節してもいいと思うんですけど、ここでね、これをね、最初から計算して作れればいいんですけど、ここで、こういうところ1本だけ引っ掛けようかなと思います。ここは結構ね、今回大きいので、2個って言ったらだいぶ幅があるんですね。いつもだったら、この、なんていうかな、こういう長編みとか2本とかそういう感じなんで、あんまり幅がないんで、気にせず、1本のところを2本で仕上げたりとかするんですけど、ここは大きいんで、ここは入れて、で、この出てくるところ、2本取ってもいいかな。ここにしようかなと思います。これで、で、この結び目と結び目を合わせて、結ぶ。で、ぐっと締める。で、もう一本、私の場合はしたいので、反対のことをしていきますね。この空いてる方がこうかかる状態。こう針に糸を通して、次はここですね。なので、今のところからすると、ここから入って、こういう風にね、1本目と同じところを通っていきます。最初だけこういうところを通って、あとはこういうね、大きいところを通っていきます。で、次は、この反対側の端のところで糸を抜きます。反対のところ大体どの辺かなって、ここを端を見てみて、で、次またがっているところ、ここだなって思うので、ここまで通していきますね。で、ここで紐を抜きます。で、この長い方をこうかけた状態で、こちら側の1本目と同じところを通っていきます。で、次はここで抜けるって感じですね。ここはこの幅なんですけど、しょうがないですよね。ここ2本。でもこれはね、開け閉めができれば、ここは端なので、あんまり気にならないかなとは思うんですよね。これで、こういう風に交互に通していきます。こんな感じですね。ここがまたいで、で、結び目と結び目を結びます。こうやってね、巾着で両側からシュッと結んだ時にグネってなったらちょっと失敗かなと私の中では思うんですけど、普通に絞れるようだったらいけると思うんですよね。こうやってグッと締めて、いい感じだと思います。これで。なんかね、グネってなったりするんですよね。なんかそういうのがないので、普通にいい感じですね。これで結び目と結び目を合わせて、
で、カットします。これで完成です。めっちゃいいですね。糸もめちゃくちゃギリギリまで使いました。こんな感じで。で、今からサイズを測っていこうと思います。この側面から測っていきます。一番端のところから11センチぐらい。この中のところも測っとこうかなと思います。この紐の下。あんま変わらないかな ?10.5 センチ。で、このあっちは測ってると思うんですけど、もう一回測っておくと、ちょっと測り方がね、15センチぐらいですね。で、横幅がペタンとした状態で、19センチです。何か参考にしていただければと思います。めっちゃ可愛かったですね。すごい夏らしい色。この模様によっても色の出方が全然変わってくるんだと思うし、これもいろいろ楽しめますよね。この、何だっけ、この糸、デザインやん。めっちゃ透け感もあって、めっちゃ夏らしくなりました。これもいろんな色で、この色を入れたりとかして、いろいろ楽しんでみてください。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。